こんばんは。今夜は喜劇王、チャーリー・チャップリンの生涯をご紹介します。彼の映画で使われた名言もご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。では、始めます。チャーリー・チャップリンは、1889年4月16日、イギリス、ロンドンの貧しい家庭に生まれました。両親はチャップリンが生まれる4年前に結婚しましたが、母のハンナは結婚する前にシドニーという男の子を一人で出産しています。チャップリンの両親は共にミュージックホールの芸人で、父親のチャールズは人気歌手でしたが、母ハンナは目の出ない女優でした。チャールズはアルコール依存症で家庭を支えることができず、1891年までに両親は別居しています。貧しいながらも、母と兄のシドニー、チャップリンの3人は楽しく暮らしていました。母ハンナは、アパートの窓際に子供たちを座らせ、窓から見える歩行者の真似をして2人を笑わせていました。ある日、劇場に出ていた母ハンナが、声帯を痛め、声が出なくなり、観客からヤジが飛び交う騒動が起こります。支配人は母親に連れられてよく劇場に来ていたチャップリンが控室の芸人を笑わせていたことを思い出し、舞台袖で母を見ていた5歳のチャップリンを急遽舞台に立たせたのです。突然出てきた小さな男の子に困惑していた観客たちでしたが、歌やモノマネの上手さと可愛さから大喝采を浴びました。その後、舞台に立つと母が嬉しそうに褒めてくれるようになり、徐々に舞台に立つ面白みを感じていきます。10歳になったチャップリンは、ダンスグループに所属し、イギリスのミュージックホールを全国巡業することになります。チャップリンは当時から人気を得ていましたが、ダンスにはあまり興味が持てず、いつの間にか、人々を笑わせるコメディアンへの憧れを抱くようになっていきました。13歳まで巡業先の学校を転々としますが、コメディアンの夢を追いかけたいチャップリンは学業を断念し、劇団に所属することになります。数々の舞台を通じて少しずつコミカルな演技を習得し、徐々に主役や花形のコメディアンとして会場を沸かせる重要なポジションになっていきました。そうして10年経った23歳のチャップリンにニューヨークの映画会社から短編映画の俳優としてのオファーが届きます。その映画会社はテンポの速いドタバタとした短編のコメディ映画を量産していた会社でした。1作目は成功争いという作品でした。コメディタッチの女たらしのうさぎ師の役でしたが、マスコミはその演技に早くも注目し、チャップリンは一流のコメディアンに引けを取らないと称賛する業界誌もあったほどでした。2作目の作成にあたり、社長から衣装を考えるように指示をされます。衣装部屋に向かう途中で、チャップリンのトレードマークとも言うべき、ダブダブのズボン、ステッキ、山高帽、ちょびひげという組み合わせを思いつきます。その後、これを自身の映画のキャラクターとして、短編映画を続々と撮影していきます。ほどなくして、ニューヨークから次のような電報が届きます。チャップリンの映画がニューヨークで大当たりしているから、どんどん彼の作品を量産してほしいと書かれてありました。また、チャップリン自身が監督を務める映画も作成されるようになっていきます。チャップリンは週に一度のペースで短編映画を監督主演し、監督としての技術も磨いていきます。数々の映画会社との契約をし、その度に給与はつり上がり、10分から20分の短編映画を量産していきました。登場当初のチャップリンのキャラクターは、女性や子供をいじめたりする卑劣で残酷な役柄や、性的にいやらしい性格であるものが多くあり、どちらかというと意地悪な性格でした。しかし1年ほど経って、このキャラクターのイメージを変えていきます。より穏やかでロマンティック、
孤独な放浪者のロマンスなど、大衆にとって親近感があるキャラクターに変化させていきます。この頃のコメディでは、笑わせるだけのキャラクターが多かったのですが、初めて笑いと哀愁を併せ持ったキャラクターが登場したのです。1915年、25歳の頃、チャップリンの映画の人気は爆発的に上昇し、キャラクター人形やおもちゃ、新聞、漫画なども販売されるスターとなっていきます。1919年、29歳のチャップリンは自身の映画会社を設立。1923年、事前に契約をしていたすべての映画会社の仕事を完了し、晴れて自身の会社で映画を作り、自身の会社で配給するというワンマンの体制を手に入れて、自由な映画作りを行うことができるようになったのです。一つ一つの映画に、チャップリンのこだわりと命が吹き込まれ、今までにはない名作が続々と生まれていきます。チャップリンが一人ぼっちで金庫を探し、逆境に直面しながら黄金と恋を求める姿を映した黄金鏡時代は、1年以上の撮影期間を費やし、サイレント映画で最も高収入を上げた映画となりました。その後いくつかの映画を公開させ、成功を収めました。チャップリンのこれまでの映画は、無声映画という声が入らない映画でした。チャップリンは、パントマイムやドタバタを通じて、声がなくとも臨場感や意志を表現していたのです。結果的に、言葉が通じない世界でもチャップリンの映画は放映され、人気を博していたのです。1931年、41歳で公開した街の日では、盲目の花売り娘を愛し、彼女の視力を回復させるための手術台を調達しようと、奮闘するチャップリンの姿が描かれており、正式公開されると高い人気を集め、チャップリンの最高の作品と評価されることになります。1934年、44歳のチャップリンはモダンタイムスの制作に取り掛かります。未だチャップリンの映画のほとんどが無声映画だったものの、唯一劇中での歌声が入り、チャップリンが初めて肉声を披露した映画となりました。ただ、この頃からチャップリンの映画には政治的な思想や発言が取り入れられるようになり、映画に政治的な要素を入れることを嫌うアメリカ人に受けず、評価も賛否両論でした。この頃、チャップリンは、ドイツの独裁者、アドルフ・ヒトラーとの類似点が、アメリカ国内で話題に挙げられるようになります。二人は、共に1889年4月、わずか4日違いで生まれ、どちらも社会の底辺の出身から世界的な有名人となり、鼻の下に口ひげをつけていたからです。チャップリンは、ヒトラーをパロディ化した独裁者という映画を作成、公開しました。ちょうど第二次世界大戦が勃発し、ヒトラー率いるドイツ軍がポーランドやオランダなどを侵攻していた時期でした。ヒトラーは、恐怖を武器に世界を支配しようとしました。チャップリンは、笑いや感動を武器に世界を平和にしようと考えたのです。この映画のエンディングでは、ヒトラーに間違えられ、壇上に立たされたチャップリンが民衆に向かって大声で5分にもわたり、戦争ではなく愛や平和、希望を訴える演説を行っています。それこそがパロディなのですが、残虐な戦争を止めるように、そして愛のあふれる平和な世の中にできるだろうと叫んでいるようでした。この作品でアカデミー作品賞、主演男優賞、脚本賞などにノミネートされています。その後、さらに政治的な思想が強くなり、1947年、56歳の時に公開した殺人狂時代では、原子爆弾などの大量破壊兵器の使用や資本主義などを批判し、
徐々にアメリカ政府などから共産主義者であると批判的な印象を持たれるようになっていきます。世界的なコメディアンであるチャップリンが発する発言は非常に強力だったのです。ソ連との冷戦の恐れが高まり始めると、共産主義者と危険視されていたチャップリンへのアメリカ政府からの風当たりはさらに強くなり、マスコミや議員からチャップリンがハリウッドにいること自体がアメリカの体制には有害なのです。今すぐ彼を国外追放処分にするべきといった声も飛び交うようになっていきます。1952年、62歳のチャップリンは自身の子供時代や両親の人生などを模して作成したライムライトの初回公演を作品の舞台となったロンドンで行うため、イギリスに向けて豪華客船で出港しました。その2日後、アメリカはチャップリンの再入国を拒否し、国外追放としたのです。1953年、63歳のチャップリンと家族はアメリカに戻ることを拒否し、スイスに移住することにしました。チャップリンはその後20年間で過去の作品を再編集をし、公開し、世界から高い評価を受けました。国外追放したアメリカでも、チャップリンの功績が改めて評価されていきます。晩年のチャップリンは、カンヌ国際映画祭など数々の映画賞を授与されることになり、アメリカでもアカデミー名誉賞を授与されることになります。20年ぶりにアメリカに上陸。授与式では12分にわたってスタンディングオベーションを受けています。1977年12月25日のクリスマスの早朝、チャップリンは自宅で睡眠中に脳卒中のため88歳で亡くなりました。その2日後に生前の希望により内輪の質素な葬儀が行われ、棺はスイスの墓地に埋葬されました。チャップリンが亡くなった後、世界中の映画人が賛辞の言葉を寄せました。最後にチャップリンが残した名言を2つご紹介します。一日を無駄に過ごしてはいけない。どんな日にも笑いを見つけなければならない。チャップリンは映画制作に非常に厳格で、細部にまでこだわり抜き、どんなに小さなシーンにも完璧を求めました。映画黄金鏡時代では、シーツを食べるシーンを数日かけて撮影し、失敗のたびにやり直し、最終的にチャップリン自身が病気になるほどでした。しかし、彼はその過程で決してユーモアを忘れず、仕事仲間にも笑いを提供していたといいます。どんなに困難でも笑いを大切にすることが、彼の人生観でもあったのでした。私たちは皆、お互いを助けるためにこの世界にいる。私たちの生きる道は、幸福と喜びを共有することにある。この名言は、チャップリンが戦争や貧困に苦しむ人々を描いた映画、独裁者で発した言葉です。彼は映画の中で平和と人道を訴え、分断や憎しみではなく、助け合うことの重要性を強調しました。これは、彼が幼少期から貧困や社会の不平等を目の当たりにしてきたからこそのメッセージであり、自らの経験を通じて人と人とが助け合うべきだという信念を強く抱いていたのです。いかがでしたか？映画を通じて、笑いと感動、平和を世界に、今もなお伝え続けているチャップリン。彼の映画は今も見ることができますので、ご興味がある方はぜひご覧ください。この動画が良かったと思われた方は、いいねボタンとチャンネル登録をぜひお願いいたします。また次回をお楽しみに。